ランクル76オーバーヘッドコンソールの製作、その2。2型からさらにマイナーチェンジをした3型の改良内容の紹介と序盤の組み立て作業編。ランクル70用に自作をしたオーバーヘッドコンソール。初期型とマイチェン2型の紹介は別の動画で公開していますが、実は2型でサンバイザーを交換した際にかなり適当な作業をしてしまいまして、見栄えの悪い状態のまま見て見ぬふりをして使っていました。その見栄えの悪い状態というのが、1、初期型のサンバイザーの穴を埋めずに放置したままにした。2、取り替えたサンバイザーの固定をする向きを間違えていた。3、スエード調生地の質があまり良くなかった。これは初期型から気になっていた。以上の3点。その不具合3点を解消するために、一旦分解をして、サンバイザー用の穴の修正や、生地の張り替えをすることにしました。早速、これがその問題の箇所。1、この穴が初期型で開けた穴。2、この穴は2型で開けた穴。こっちの穴自体は問題や間違いではありません。1、この穴は埋めます。2、少し上にサンバイザーを固定する小さなビス穴が2つありますが、実は向きが180度間違っていました。サンバイザーを固定する小さなビス穴2つは、上の図の丸の位置、向きに開けるのが正しかったのです。あとはこの生地、触ると毛羽立ちのムラが綺麗な感じに見えない。この生地、とても安かったし、値段なりなものでした。生地は汚れても拭き取りがしやすい、ビニールレザーに貼り替えることにします。ランクル76オーバーヘッドコンソール、分解したので、部品の概要を紹介します。パーツを並べてみました。サンバイザーはバニティミラー、照明付き。棚の上面に貼られる滑り止めマット。修正をする棚板。伝送品の自作ハーネス。グレーの紐状のものが荷物落下防止のガード。サングラス収納付き、マップランク、ARB のステッカーは勝手に貼っているだけでして、製品には関係ありません。ざっと、こんな感じです。この後、修正のための作業を開始しまして、生地を剥がすところ、棚板の穴を木工パテで埋めるところ、以上は写真も動画もうまく撮れなかったので、割愛。ここからは動画で、以前のサンバイザー用の穴は埋めまして、ミラー付きサンバイザー用の穴を成形しました。見えている面は仮面になります。こちらは上面、荷物を載せる面です。木工パテの見た目があまり綺麗ではないですが、段差はほとんどない状態に仕上げています。では、組み立て作業、開始。ここからは実作業の動画になります。長い作業動画で見飽きてしまうと思うので、4倍速のタイムラプスでお届けします。それでも長い動画になります。動画は先に進んでいってますが、まずは前回の生地の糊をクリーナーを使ってきれいに拭き取ってから、スプレー糊を拭きます。ビニールレザーを広げて板に貼っていきます。
浮いたりシワになったりしないようにしっかり貼っていきます。早速、難しい角の部分、シワを最小限にできるように気をつけて貼ります。集まったレザーを寄せて余った部分をカットします。作業スペースが狭くて、また目の前がすぐ道路で車が通ったりしますが、皆さん、スピードはとてもゆっくりなので危険ではありません。角の部分をきれいに貼るのは本当に難しいです。ここから最も難しい小さな R の部分、今まできれいに貼れたことがありません。
かなり苦労しています。ここで画像ではよく見えませんが、タッカーを持ってきまして針を入れています。急に段ボールが風で飛ばされて焦ってます。
奥まで入らず浮いてしまったタッカーの針をハンマーで打ちつけています。かなり長くなりましたので、今回の動画はここまで。続きはその3で公開します。ご視聴ありがとうございました。